皆さんは誰かに助けられた経験はありますか？あの時、あの人がいなかったら、そう思い出す顔が一人は浮かぶはずです。正直に言ってですね、海外で外国人として生きることは全然簡単じゃないですよ。言葉、文化、常識、孤独、不安、毎日見えない壁に体当たりする感覚です。それでも日本で生きたいと思っている理由、それはですね、信じられないほど優しい日本人たちに出会ってきたからです。今日はそんな僕の日本生活を支えてくれた5人を紹介させてください。まず一人目、バッキーさんです。僕が東京に来たばかりで、自由参加 OK の草野球サークルを探していたとき、そこにいたのがバッキーさんでした。野球が本当に上手くて、一緒にやろうよって、僕みたいな外国人留学生を誘ってくれたんですよ。そのおかげで全国で見てもかなりレベルの高い草野球チームでプレーすることができました。野球の友達みんなとディズニーに遊びに行ったりとか、本当に心が壊れたのはコロナの時期です。誰とも会えない。一人で病気になっていて、特にもう人との接触が禁じされていました。そんなある日、お願いもしていなかったのに、バッキーさんは僕の家まで来てですね、袋いっぱいのパンを玄関に置いて、何も言わずに帰って、後から LINE で置いておいたよって言ってくれたんですね。わざわざ数十分ぐらいかけて僕の家に届けに来たんですね。もし何かがあったら、助ける人間がここにいるぞという無言のメッセージでした。外国人として日本で生きる中で、この安心感をもらえたこそがどれだけ大きかったか、今でも忘れられません。二つ目、T さんです。口は悪いんですけれども、面倒見が異常にいい人です。T さんもですね、草野球で出会った日本人の一人です。年齢はバッキーさんと同じぐらいで、40歳程度です。第一印象はですね、正直口が悪い、うるさい、ガミガミ言うおじさん的な感じです。しかもですね、この人、新大久保ら辺で育った方でして、今でこそ観光地で、治安も割とマシになってきましたが、昔は結構やばかったらしくて、この日本人と韓国人の中高生が入り混じって当事者として揉まれたことある人らしいんですね。だから最初は、もしかしたら韓国人のこと嫌いなのかなと少し身構えました。でも、全然違って、根っこはめちゃくちゃ面倒見がいい人だったんですね。例えばですね、僕がとんかつ屋でキャベツを残そうとした時に、おい、キャベツ残すのはちゃんと食えとか、バイクを止める時も、そっから止めたら邪魔だろ、ここにしろみたいな。正直ですね、この時はそこまで言わなくてもよくない？そんなに迷惑かけてんのかなって思いました。でも、後から分かったんですね。僕が他の人に対して失礼なことをやった時に、僕は認知できずにいるんじゃないですか。それでも T さんはこのわざわざ嫌かもしれないですけども、言ってあげて、それを直してくれたりとか、その裏にはよそ者じゃなくて、ちゃんと仲間として扱ってると見てくれたかもしれませんね。甘やすことじゃなくて、外国人だから理解してくれようじゃなくて、ちゃんと注意して教えることもできる。それを体で教えてくれた人でした。3番目、佐藤くんですね。佐藤くんはですね、YouTube にも何度か出てきたので、知ってる方も多いと思います。九州大学で同じクラス、同じ大学院、気づけば10年近い付き合いになる日本で一番長い友人です。とにかく、フレンドリーな性格、学生時代は、授業の過去問とかレポートとか宿題まで、普通にお願いしたら手伝ってくれることもあったりですし、僕が東京に上京してからも、彼も一緒に上京してきたんですけれども、数ヶ月に1回はご飯とか映画見に行って、愚痴をこぼして、お互いのメンタルを点検する時間を作っていました。海外でですね、一人で生きるのは本当にきついんですね。困ったら相談すればいいって簡単に言うんですけれども、本音をそのまま出せる相手がいるかどうかで難易度全然違いますよね。で、斉藤くんは何かを直接助けてくれたというのはもちろんあるんですけれども、何でも話していい友達そのものでした。不安とかも弱気な話をしても、くだらない悩みも全部出せる。で、引っ越しとかちょっと手伝ってくれたり、頼れる人がそこにいるという事実がどれだけ心を安定させるか、海外で暮らして初めて感じてその重さが分かりました。佐藤くんは僕の人生をですね、静かに裏で見守ってくれた日本人の対応かもしれません。で、4番目の話、M 先生ですね。M 先生はわからないを許し続けてくれた人です。僕の大学の指導教員なんですけれども、今やってる研究を真正面から真面目に担当してくださってる先生です。僕、科学の天才でもないし、勉強は大好きなタイプでもないですし、博士課程の中で僕絶対上位ではないです。どっちかというと、落ちこぼれに近い人なんですね。で、この研究って実験以前に前提知識が山ほど必要なんですが、
が、僕にはその土台がごっそり抜けていました。これ例えるならですね、パンを焼けと言われているのに、パンって何種類あるんだっけ？麦パンって何？それ何と一緒に食べるの？みたいなレベルでもう全然知識全くありませんでした。だから僕は本当に処方級の質問を毎日のように、しかも僕頭悪いから同じ質問を、自分でもうなんかしてるな、みたいな瞬間もあったんですね。でもそれでも M 先生は一度も嫌な顔しませんでした。一度もそれぐらい自分で調べろみたいな嫌な気分っていうことを出してなかったんですね。毎回同じ熱量で、同じ丁寧さで向き合ってくださいました。そのおかげでですね、今卒業がちょっと見えている状況なんですけれども、本当に M 先生の、その優しさ、その指導がなかったら、もう途中で退学していたかもしれないですね。僕本当にもう才能があって、博士課で今まで来れたわけでもないですし、周りの環境のおかげでここまで来てる点が大きいんですけれども、その中でも先生のこの優しさっていうのはかなり本当に一番の割合を占めているかもしれません。最後、愛さんですね。愛さんも草野球で出会った仲間ですけれども、この人ですね、実は日本人じゃなくてイギリス人です。で日本に来て数年経った頃、僕は本気で病むほどに将来に悩んでいた時期がありました。大学に卒業できるのかな？就職できるのかな？日本に残るのかな？恋愛はうまくいくかな？みたいな、頭の中でこの未来のことを考えることが、なんか3種類、4種類の、ごちゃ混ぜになってて、それぞれ大きい問題なのに全然未来が見えない。そういった不安がもう同時に心の中で走ったことがあるんですね。数年前の話なんですけれども、これを全部一気に解決しようとしてたんです。でその時、愛さんと相談してたんですけれども、すごくシンプルにこう言ってくれました。未来のことは考えてもしょうがないと。君は今別々の問題を全部一緒で解こうとしているし、それは無理だと。この卒業の問題とかその就職の問題は別軸で考えなさい。これをごちゃ混ぜにして頭を複雑化させないでほしいみたいなことを言われて、確かに頭の中でぐちゃぐちゃさせていたんですけれども、これ同時で解くことできないなと思ったんですね。このように僕の人生を支えてくれた人が確実にいたということ、そしてそれを忘れないことが大事なんだと思ったんですね。この海外で生きるってもう強くなるとかじゃなくて、この周りで誰と生きるかを選び続けることなんだと思います。選ぶというか、その場に適応する、そういう環境を作ることなんだと思います。合わない人とか、危ない人とか、詐欺まがいの人とか、無理に分かり合う必要もないし、無理に自分の周りにいる必要もないと思ってるんですよね。距離を置いて、その代わり、今回出てきたもう優しい日本の方々を自分の周りにいようとして、それを固めた方が、よっぽど自分の人生にも、相手の人生にも良いことなんだと思っております。日本にも今言った通り、優しい方々がたくさんいて、自分の周りでたくさん出会うことができて、この人たちと一緒なら、もうこの国にいても安心できるかもな、みたいなことを、本当にもうこの9年かけて確かめられてきたからかもしれません。皆さんもぜひ、皆さん周りにいるこの優しい日本の方々、外国の方々でもいいんですけれども、そういう人と、関係を大切にすれば、僕みたいに何も能力もない人も、こうやって日本で9年くらい頑張っているので、皆さんであればもっと良い仕事できたら良い結果残せるんじゃないかなと思いました。はい。本日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。以上、パグンでした。アニョン。